どうも、ベニマルでございます。皆さんこのユニバーサルオーディオというブランドをご存知でしょうか？ギタリスト的にはオックスのブランドという認識が強いかもしれないですが、もともとレコーディング機材とか、あと UAD というプラグインが世界的に使われているブランドです。特にね、アナログハードウェアのシミュレーションに定評のあるブランドで、私も毎日お世話になってます。そんなユニバーサルオーディオがギターペダルを出すぞってことでね、発表からでかい話題になったペダルがこちらです。ディレイ、リバーブ、モジュレーションとある中の、今回はディレイ、スターライトについて見ていきます。結構いいお値段もするんでね、どんな感じなのか、いいとこ悪いとこ含めて紐解いていきましょう。スターライトの特徴は、とにかくシンプルな音の良さに全振りしたサウンド、これに尽きると思います。機能とかは今時珍しいぐらいシンプルな感じで、ディレイというエフェクトの必要十分な要素をハイレベルにこなすぞといった感じです。この音については、いきなりですが、他との比較を聞いてもらうのが一番わかりやすいと思うので、おなじみのエンプレステープディレイに登場してもらいましょう。どちらもオールドテープっぽいモードで弾いてます。エンプレスも結構ハイファイで綺麗なタイプのディレイなんですけど、それがね、ミドル寄りに聞こえるぐらい、スターライトは一回りレンジが広くて、ダイナミクスの情報量が多い感じもあります。なんとなく最新のデジカメを買った時みたいな感覚です。ディレイの帰りの音がいいのはもちろんですけど、そもそも原音の部分のクオリティが高い気がします。多分ハード面の作りがいいんでしょうね。では掘り下げていきましょう。スターライトには3つのモードがあって、これがサウンドの軸になります。いわゆるテープ、アナログ、デジタルというモードだと思っていいと思います。さらに、それぞれのモードに A、B、C の細かいバリエーションがあります。テープモードであれば、テープのへたれ具合の切り替えですね。A、B、C と行くにつれて、エッジの取れた丸っこい音になります。このスターライト、特にテープモードはトーンとか EQ がないんですが、このやつれ具合で音の明るさを調整する感じになりますね。ちなみにアナログやプレシジョンモードだとスイッチはモジュレーションの切り替えになります。モジュレーションがね、めっちゃ綺麗なのもスターライトの良いところです。
ごい綺麗で気持ちのいいかかり方をしてくれますね。個人的にもエンプレスとか使い続けてる大きな理由が、このモジュレーションの気持ちの良さなんですが、その点スターライトは文句なしですね。もう一つ、スターライトのパラメーターとしてカラーというつまみがあります。テープやアナログモードではインプット、歪み具合の調節になります。ユニバーサルオーディオってこういう歪みとかのシミュレーションに定評のあるブランドなんで、さすがの自然なサチュレーションですね。クリーントーンとかでは上げ目にするとぶっとくて良いんですけど、逆にもともとがっつり歪んでる音に対してはカラー控えめですっきりとさせるのが良いんじゃないかと思います。ちなみにプレシジョンモードだとカラーはトーンの役割になります。そんな感じでスターライトは王道のディレイとして必要な要素をとにかくハイクオリティにしたといったところです。最後に一つ検証です。ユニバーサルオーディオの出しているプラグインにエコープレックスをシミュレートしたテープディレイがあります。ということは、スターライトのテープモードってこのプラグインと同じなんじゃねという疑問が浮かんだので比べてみます。パラメーターとか全然違うんでね、完璧に同じ条件じゃないですけど、似てるような似てないようなといった印象です。もしかしたらデジタル処理の部分は近いのかもしれませんが、スターライトは結構ハード面の良さが音の綺麗さ、広域の倍音感につながっている感じがするので、プラグインあるし実質スターライトじゃといったことにはならないかなと思います。そんな感じのスターライト、まとめるとひたすらシンプルに音がいい王道ディレイといった感じです。デジタル機材の割と正当な進化というか、フラクタルとか、それこそオックスを初めて弾いた時の感動を思い出します。一方でね、ちょっと気になる点、おすすめしづらいポイントも割とあります。一つは値段、そして機能面。値段的にね、やっぱストライモンとかイベンタイドと比べちゃいますが、スターライトはエクスプレッションもミディもつなげないし、いじる要素があんまなくて、やれることの幅が少ないです。目指す方向性が違うと言えばそれまでですが、多少の音質よりもクリエイティブな機能とか、あといろんなモードを切り替えたいと言った人は、少なくないと思うんでね。ついでに言うと、起動が結構遅いのがシンプルなウィークポイントです。なので、スターライトはとにかく音の解像度、レンジ、ダイナミクスが重要で、モードも結局テープとかアナログしか使わん。むしろ操作がシンプルなやつがいいと。コスパも気にしない。そういうストイックな人におすすめのペダルだと思います。そんな感じのスターライト、気になった人は一度弾いてみると、もう他のディレイが弾けなくなるかもしれないので注意してください。では。